Welcome! 今日はですね、ゆで卵を5分の香りと八角とお醤油でちょっと煮てつけておくっていうお弁当に最高の、ものをご紹介したいと思います。まずお水ちょっと入れておいて、このぐらい入れて、でお醤油を煮物だからね、やっぱりね少し入ってないとダメですね。そしてお酒、で少しお砂糖をつまんでおきます。でここにこれが五香粉と言われて、普通はね台湾だったらもう本当に袋に入ってて、で一緒にその5つの香りの入っているものが袋で入るんですけど、まあここは粉があるので粉をちょっと入れてみます。でね、どんどんねこれってね香りが飛んじゃうのよね。だから入れたらもうすぐに始めないと。八角は半分だな、一つこのぐらいにしとこう。一つよりちょっと少なかったです。もう入れますよ。で煮ましょう。あらいい香りで、とろ火で煮ます。もうすでにいい香りがプンプンしてますよ。でこれで終わりなんだけど、どうしたらいい？で煮ます。で煮ておきます。そうそう、染みます。それがお弁当に最高の味になります。五香粉の内容がちょっと分かった方がいいかなと思って、ホアジャオって花山椒ね、それからクローブ、これはいろんなものが腐らないために、もうネパールなんて皆さんね、ウールのマフラーとかその中にクローブ入れるとこあるんですよ。だからクローブっていうのはおそらくすごく虫除けみたいなものだと思います。でシナモン、八角、陳皮で、今日はちょっとその上にまたもう少し八角の味をエンファサイズしたかったので、八角はまた余分に4枚ほど入れています。陳皮って何かわかる？陳皮ってね、柑橘類の皮を乾かしたものですね。まあ日本ですとよくみかんを乾かして香りを出したりするじゃないですか。その柑橘類の皮を乾かしたものが陳皮と言われているんです。あら出来上がってきたわ。でもこれね少しね煮てからまた置かないと美味しくないんですよね。なぜかわかんないんですけども、台湾に行くと新幹線に乗って、私兄の作ったビル見に行く時に高尾までねお弁当買うんですけど、必ず卵が丸々1個入ってます。でそれって栄養バランス、卵ってすごいんですよね。必ず入ってますね。でお野菜の炒めたのが入ってるの。炒め野菜とそれからお肉と卵、これがねほとんどで、すごいことがご飯の下にね野菜が入ってたりするんですね。もうほかほか弁当しか食べないから皆さん、冷たいお弁当はねでも冷えたものを食べないっていう主義があるので、いつもほっかほかのお弁当が売ってます。でその昔、もうちょっと本当に私の、ローティーの頃かな、まだ新幹線ができる前に電車で台南まで行くと、お弁当を売りに来る人は昔にアルミみたいな蓋のついたお弁当あるじゃないですか、弁当箱。わからないかな、戦前のものかな。ともかくそれをこんな大きなむしろみたいな蒸す器具の中に入れてて、でそれが
湯気が出てるのを私たちが例えば台中に泊まったらそう見えるわけですよ。その泊まっている時間に、父とかがダーッと降りてってお弁当を買うとか、それからもう一つはこういうふうになんか縦のそのお弁当だけがガチャンガチャンガチャンって入る入れ物があるんですよね。でそれを泊まった途端にダーって入ってくる。私たちみんなもうお金を用意してて、ダーってお弁当ピエンタンピエンタンって言って入ってくるんですね。そしたらもう3つとかなんとか言って早く買わないと最後の方はなかったりするんですけど、でその次の駅に着いたらその私たちはほかほか弁当を食べた後に今度回収に来るの、そのアルミの入れ物を。でそれがなんだかうまく回ってるんですよね。そうやって考えると時代はそういうちゃんとシステムがリサイクルシステムがあって、それで無駄が出てなかったっていう、いい考え方、今はまたもう一回普及してもいいんじゃないかなと思う考え方かなと思いました。でね、鶏肉と豚肉と牛肉とちゃんとこう分かれてると懐かしいですね。そんな電車の旅もありました。そうするとね、乗ったらね、まずねこんな四角い箱にねお茶のいろいろな種類持ってくるんですよ。何がいいですか、プーアル茶がいいですか、ジャスミンがいいですか、なんかダーッとでちゃんと湯飲みがあるの、ガラスの湯飲みが。でこれくださいあれくださいって言って自分でその湯飲みの中にティーバッグを入れて待ってると、後ろから今度こんなやかん持ったお兄さんが入ってきてダーッとこうお湯を入れてってくれるんですね。すごいなんかレトロだけども、でもなんかすごく手作りな感じが良かったですね。それもありかなって、今もこういうふうな便利になったんだけども、懐かしい時代の食べ物のスローな感じ、あれも良かったなって思います。煮えてきました。そろそろ煮えてきました。はい、5個分の卵、煮てから30分ぐらい放置しておきました。色がもうついてますね。五香粉の香りがすごいします。ちょっとでは切ってみましょう。look at that。ふわふわしてるね。ふわふわしてるね。わー、見てください。美味しそう。盛り付けをしますか。じゃあ盛り付けをしましょう。あら、いい香りだわ。ちっちゃい時にこういう肌でしたね。大人になるとだんだん疲れてくるんで、肌が。これもっとつけててもいいかもね。つければつけるほど味が染みて美味しいんじゃない？今日はちょっと急いで皆さんにお出しするけど、これ冷やしちゃって冷蔵庫の中に入れてもいいかもしれないね。どん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 染みてね。でもその日のうちに食べたければあったかいうちに食べるのもよしでございます。五香粉のゆで卵でございます。では五香粉卵を食べます。運動会とかパーティーの時にお家で作ってで持っていくのいいですよね。一品持ってきますなんて言った時にこれ煮て持っていくのいいかもしれませんね。その時に残ったお汁で手羽先とか塗っちゃって煮ても美味しいですよ。捨てないで最後まで活用してください。では私はこの五香粉卵をいただきます。美味しいんだけど、おばあちゃん思い出す。これはね、パーティーに持ってったら絶対喜ばれる。お酒に合う。なこと言ったらあれなんですけど、これでビールもいけますよ。美味しい。自分で褒めちゃった。今日は五香粉、疲れちゃった。卵ってかかるんですよね。お水ありがとうございます。お水がないと。お水には私はいつもレモン入れます。朝も夕方もレモンのこの、皮から出る
すごくいいビタミンがあるのと、もちろんビタミン C もあるんですけども、香りがいいですよね。この皮が大切なので、私はいつもスライスして皮のまんまレモン水をいただいています。というわけで今日は五香粉卵をご紹介しました。また見てくださいね。ここチャンネル登録してください。それで食べた皆さんなんかご感想を教えてくださいね。これ今晩もう一回つけておいたら倍以上ビールが美味しくなるかもしれないっていう感じがします。というわけでアイリスちゃんまたね。またしましょう。バイバイ。バイバイしましょうね。はい。バイバイ。